皆さんお久しぶりです。としこです。今日は特別なゲストをお呼びしました。今日本での留学を目指してていろいろ頑張ってる素晴らしい方です。しずきさんでございます。ご登場お願いします。皆さんこんにちは、しずきです。皆さんどうですか最近。はい。私はめちゃくちゃ勉強してて頭おかしくらいです。お疲れ様です。はい。最近結構忙しいですか？そうですね。EJU もあって、はいはい。GRPT、NH もあって、すごく、頑張ったんですけども、EJU は一応終わって、まだ N1 が残っているから、ちょっと心配してるんですけども、まだまだその勉強してるとかもあるんですけど、ちょっとサボってることもありますね。ちょっと疲れて。一応 EJU お疲れ様です。はい、ありがとうございます。そう、多分大変だったかも。なんか N1 のことは心配しなくていいかなって思ってて。どうですか？ N1 の勉強難しいですか？そうですね、正直言うとあんまり緊張感がなくなりましたね。あ、その EJU が終わマジか。って、はい。そこまでのその自信がはい。上っちゃって、調子に乗ってるということですかね。そろそろ10日ぐらいかな。頑張ってください。ちなみに、はじめまして。はじめまして。初めてですかね。はじめましてじゃないんですよね。そのコラボは、初めてなんですけども、そう。2人は初めてではないかなと思います。そう、1年間前ぐらいからいろいろ話してて、はい。コラボするのは今初めてなんで。そう。1年前も私のチャンネルに遊びに来て、すごく、他の皆さんもちょっと楽しく、話してくれたりとか、すごい、アドバイスしてくれたりとか、すごくキラキラでしたね。キラキラでした。じゃあ、私のチャンネルで、新しい視聴者さんが増えてて、自己紹介してほしいなって思ってるんですけど、どうですか？はい、わかりました。お願いします。はい、はい、しずきです。今年の9月に日本に来日しますね。そしてその留学は奨学金をもらって今、はい。まずは日本語学校で1はい。年半年くらいですかね。1年うん。6ヶ月くらい日本語を勉強して、それから大学に進学するという予定なんはい。ですね。はい、今さっきも言ったんですけども、去はい。年もその星子も一緒にチャンネルに遊んできたとかがあって、はしずい。きチャンネルというテレグラムもやりながら、Facebook にもはい。あります。その Facebook の名前は、しずきのプランナということですね。英語でプランナですね。そうですね。皆さん、しずきさんは、今、奨学金もらって、奨学金の名前ってもう一回紹介してもらってもいいですか？すいません。そうですね。奨学金の名前は高山奨学金ですね。高山奨学金ですよね。すごいいいプログラムだと思います。で、今、日本語学校で勉強する1年間の分も、あと大学、進学先のなんか学費とか生活費とかも払ってくれるんですか？まずは日本語学校の1年と1年6ヶ月分の学費を、払ってくれて、終わったら自分で努力して進学できたら全部出すということですね。わかりました。はい。だから今日本に来る前から EJU の勉強も、N1 の勉強も。英語も勉強してて、頭おかしくらいです。わかりました。全然おかしくないから安心してください。はい、ありがとうございます。応援してくれて。逆に勉強してる姿がすごいなって思いました。ありがとうございます。はいはい。じゃあ今日はですね、せっかくなので高山奨学金を取得するためにどういう努力しましたかみたいな。そうですね。ちょっとそれは自分でもあんまり期待しなかったんですかね。
なぜかというと、あんまり自分と一緒に、争っている学生が自分より上でしたけど、あんまり期待してなかったんです。ですけど、でももらいたいですね。だから、一番私に重要だったのが、熱心だと思いますね。わかりました。熱心が一番重要だったのね。じゃあ、具体的に勉強の仕方とか、あとなんか自分より強い人たちと戦って結局もらったので、どうやって管理しましたとか気になってます。はい、そうですね。一番重要なのが自分管理が必要だと思います。私自分よりめちゃくちゃ成績が伸ばしてる人と戦うのには、まずは精神力が必要だと思います。最初から諦めちゃったら、それは全然、どうしようもない。欲しくてもそれを手に入れることはないなと思うから、まずは自分がどのくらいできるのかをちゃんと、確かめしながら、勉強も必要ですね。勉強しない人はアウトですかね。だから勉強をする姿勢は他の人をも伝えるような動力も必要だったんですね。その時には、まずはですね、消化器の過程かな、専攻過程は、1年ぐらいはかかりましたね。まずは2024年の6月から消化器申し込んで、それから来年の2月発表するから、そこから消化器もらったら、日本に行けるということで、その消化器もらったら9月に行ける予定ですね。そして勉強する方法って、自分もミャンマーの受験勉強があまりの成績があまり良くなかったんですね。だから自分より成績が伸ばしている人と戦うということであって、私もさっきも言った通り、自分が勉強したいという自信をすごく自分に観察みたいなんですかね。自分をちゃんとチェックしてる先生とか、その姿勢をアピールすることがすごく大事なのかなと思います。じゃあ参考過程に観察されるというのもあったんですよね。そうですね。そう。1年かかるということは、チェック、検査するみたいなことがあるから、自分が成績がいいことだけでも買ってるわけではないですね。わかりました。いろいろチェックされますよね。はい。確かに鈴木さんでいつもさ、自分のページでもさ、みんなの役に立つような情報とか教えたり、わざわざ毎週、鈴木とのポッドキャストみたいなプログラムっていうかあれもやってて、どうせ私から見てもその人は素晴らしいから本当に習うべき人だって思ってて。そうですかね。面接とかって受けました？何回ぐらい受けましたか？まずは、ミャンマーで勉強するための奨学金と、それから日本に行く奨学金ですね。だからその奨学金2つのためには2回の面接があります。まずは、多くの人から5年を選ぶことで、その5年からまた2人を選ぶということですね。その時には、最初言ったんですけども、受験勉強の成績を見てるんですけども、実際に見てるのがそこじゃなくて EJU ですよ。それでEJU もめちゃくちゃ大変ですね、私に対しては。だから、すごくさっきも言った通り、自己管理が必要ということが、自分の24時間の時間管理と、そして、健康管理も必要だなと思います。わかりました。確かにいろいろチェックされてるから、あれもそうですよね。面接で、アピールできたなって思ったところとかあります？はい、そうですね。それが自分が勉強したいことをちゃんとアピールできたなと思ったんですね。計画とかも見せて？
そうですね、計画とかな。まずは自分も、さっき言った通り、その自分のチャンネルとか、はい。勉強とかもやりながら勉強してることとか、そして、日本に1回、なんだっけ、交流会、文化交流会に行って、それから学び得たこととか、それを、具体的に、面接官に教えながら、それで、自分が将来それがあって、それをやりたいということをアピールできたから、その、私最後としては、まあ、自分でよく頑張りました。自分でやれることはやりましたっていうことで、その面接は最後として思ったんですけど、連絡がはい。合格ですということで連絡があって、すごくワクワえクとか、なんだっけ、そうそう、すごく言葉ではあんまり表せないぐ幸せな。らい楽しかったです。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。なんか目の前で、なんかどんどん頑張ってて、成長してる姿を見せてくれたなって思って、本当におめでとうございます。はい。はい。何回もおめでとうってすごくちょっと恥ずかしくなりました。恥ずかしくないでほしいです。じゃあ、そろそろ9月にちょうどいいところにだと思います。だって8月はい。まで、多分今年9月まで10月まで暑くなると思いますけど、多分9月ちょうどいいところだと思います。そうですね。うん。日はい。本に来て一番やりたいことは何でしょう？いっぱいありますよ。えどうしようかー、な。大変ですかね。確かに。奨学金の話とは直接関係はないんですけど、しずきさんっていろんなボランティア活動とかもしてるんじゃないですかね。そうです今、ね。今現在何の活動してます？多分忙しいえ、からしてないかな。そうそうそう、現在はあんまりやってないんですね。ああ、はい。はい。過去は結構ありましたね。あんまえ、り勉強とかも例えば？ありないし、はいはい。はい。そうですね。例えば？はい。レシピ日本語というクラブはい。でやりました。ああ、そこで皆さんとなんか話しながら、なんか情報シェアリングみたいな感じかな？はい。鈴木さんは日本が好きで、できれば今すぐでも日本に来たいみたいな感じではい。今の間、なんか日本に関係のあることとかやりました？例えば祭りとか参加したり。はい、そうですね。私よく、自分のファニシに行って、2023年からすごくはい。遊んでいて、そこで遊んでいて、茶道とあか、あ、その茶道ね。もすごく美味しくて、すごく、それはい。と、お正月もあって、その書道もあって、すはい。ごく1年、2年間ぐらいは、その自はい。分と西に参加してみたりとか、あとはですね、さっきもちょっと言い忘れたんですけど、はい。私、全未来という EJU の学校あとコラボとしてやってて、あ、はい。その日本の文化もその学校で、一緒にコラボとしてやったことがありましたね。すごい。定期的はい。に参加しましたか？そうですね。全未来の学校では、はい。すごく、クリスマスパーティーとかも、七夕はい。七夕とか、すごいああ、やってて、はい。それは、確かに皆さんが留学して、留学する前でも、日本の、文化とかを味わえるような期間ですね。まあ、そうなんですよ自ね。分はファンデーションほどではないんですけど、やりました。充実した生活を送りましたと思います。そうですか。はい。そうですね。自分があんまり負けたくないというかな、自分も一緒に、他の人と同じくらい、上手になりたいということからへ頑張ってえ。て、自分から率先して自分を自分で導くっていうのは本当に大事で。はい。私も EJU 勉強してて、めちゃくちゃ疲れて大変でしたけど、その時は EJU 終わって、はい。
1週間、今、はい。今日までだと1週間ぐらい、全然勉強しない、しなかったりとか、はい。あって、そういえば、はい。コシコもその時とかありますか？その日本にはい。先に行ってる、先輩というかな、そういうことで、疲れて何もしはい。やりたくないとか、そういうことがありましたか？そこでどういう風に、乗り越えましたか？ああ、そうですね。そういう落ち込んだことがありますかって聞かれると、みんな日本でもミャンマーでもみんなそうじゃん。でもさ、ちょはい。っと違うのは、なんか、今日本では一人暮らしをしてて、ミャンマーでの生活よりもっと大変だなって思って、うん。とりあえずはい。そう、学生だから、で、私の学校、朝9時から5時までなんですよ。で、長い。そう、バカ長くて、たまにね、勉強とバイトが両立できなくて、そはい。の時はね、あんまり強がらなくてもいいから、私はバイトを休みました。先生ごめんなさい、今日は体調が悪くて、授業も受けれませんし、みたいなことを言って、バイトも3日間くらい休んじゃったな。そうですね。はいはい。鈴木さんも、9月、ちょうど9月に来るから、両立はしてください。どうせ奨学金もらってるから、充実したはい。留学生活を送ってください。はい、頑張ります。わかりました。バイトはあんまりやらずに。私は、考えてるのね。なんか、しずきさん、そろそろ9月に日本に来るから、来たらちょうど1回ぐらい遊びに行こうかなって思ってる。どうですか？ま一回だけじゃなくて、いっぱい遊びに行きましょうか。いいね、いいね。うんう楽しみにしん。てます。ねなんかいろんな美味しいお店とか、なんか遊びうはん。してるんで、一緒に行きましょはい。一う。はい、緒に行きましょう。お願いします。お願いします。はい。ポッドキャストとかをチャンスがあれば、一緒にうん作りましょう。うん、そうね、そうそう。OK です。じゃあ、はい。今日の話なんだけど、私からは聞きたい質問とか特にないんですけど、しずきさんもなんかあります？はい。とりあえずこれ、一旦これで、あうん。とも、日本に行く前に、いろいはい。ろ何か、ポッドキャストに関係なく、ああああああ。聞きたいこともあるかもしれないんですけそうど、そうそうね、そこに、そうね。ぜひ、いろいろ聞かせてください。OK、いつでも来てください。教えてあはい、あげます。りがとうございます。はい。はい。じゃあ、それで今日のポッドキャスト終わりにしましょうか。はい、終わりにしはい。ましょう。今日ありがとうね、来てくれて。はい、こちらこそ、ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんも知りはい。たい質問とかあれば、いつでもコメント欄に書いてください。残してくださいね。ありがとう。バイバはい、ありイ。がとうございます。